ガレージキット2箱を作る第1話。今回はグリズリーパンダさんの新作ガレージキット2箱を作ります。初回出荷分を運よく入手。今作とシロスクを作っていきたいと思います。どちらも濡れ塗装。シロスクは透け塗装にしようと思うんですが、センシティブに引っかからないか心配です。引っかからないことを祈るのみ。では早速作り始めます。ガレージキットの場合、段ボール箱などが多いですが、グリパンさんはブリスターパックになっています。これ、真空成形型を起こしたのかなとめたいことを想像してみる小松であった。型紙を外してパーツを取り出します。パーツ不足もなかったので、湯口をニッパーカットするところから製作スタート。湯口をカットしたら、微型剤落としを行います。前回オイレンで使ったものを再利用。果たして効力があるのかわからないんですが、うなぎのタレと同じ考え方でいいか。ということで1缶分継ぎ足すことにします。使っているのは、スクラビングバベルの激泡キッチンクリーナー。スプレータイプですが、あまり勢いよく出すと泡だらけになるので、半押しくらいで継ぎ足します。1缶継ぎ足して蓋を閉めます。このキッチンクリーナー愛用していたんですが生産中止になったみたいですね。また次の理系剤落としを探すことにしますか。1週間ほどつけたものをカゴに取り出します。取り出したら軽く水で洗浄。洗浄後パーツの歪みと有機溶剤を飛ばすため鍋で煮込んでいきます。下ごしらえができたので仮組みを行います。ドリルで軸打ち用の穴を開けていきます。このキットは軸打ちの位置があるので位置決めが不要で楽です。ここにアルミの 1.5mm 棒を差し込みます。真鍮棒でもいいんですが結構硬いのでアルミ棒を愛用しています。多少軸の角度がずれていてもラジペンで簡単に修正ができるのでおすすめです。まずは足の軸打ち完成です。このキットは胴体のパーツが前後張り合わせになっているので先に接着してから仮組みを進めます。三角ビットを使いバンパーパテを流し込むへこみを前後パーツに設けます。バンパーパテはホルツ社のものとソフト Q 級のものがありますが今回はソフト Q 級のものを使います。これを混ぜ合わせ先ほど削ったへこみにパテを流し込みます。パテを流し込んだらパーツを貼り合わせます。バンパーパテは硬化に10分程度かかるので硬化するまでマスキングテープで固定します。髪の毛の前髪と後ろ髪も顔を後からはめ込むことができるようなので接着してしまいます。バンパーパテがはみ出た場合は硬化前であれば綿棒で拭えます。パーツの接着ができたので仮組み再開。先ほど接着した胴体に腕や足を仮組みしていきます。仮組み完成です。
仮組みができたので、一度、ばらして表面処理に入ります。紙やすりを巻いたリュータービットでパーティングラインを削り落とします。パーティングラインを削り落としたら、表面の傷を400番のスポンジヤスリを貼り付けたペンサンダーで削って表面をきれいにしていきます。ペンサンダーで入らないところは直接ヤスリがけを行います。さらに細かいところはプリンツオイゲンでも使用したシリコン砥石を使いヤスリがけを行います。このシリコンヤスリ、ほどほどの眼形があり、へこんだところのヤスリがけにいいのですが、やたらとカスが出るのが気になるところですね。後で、しっかりブラシかけをしないとカスが残って色が目立つので、サフレスの際は注意が必要です。1回目のヤスリがけが終わったら、最後にバンパーパテで接着するためのへこみを先に開けておきます。作業完了です。1回目のパーツのカス取り、表面を荒らして塗り膜の接着力強化を行うためにクレンザーで歯ブラシかけを行います。使っているブラシは風呂掃除などに使う電動ブラシで、もともとついているブラシをラジペンなどで全て抜いて市販の歯ブラシを2個接着したものです。結構めんどくさいんですが、これをやることで塗膜度相当強化されるようで、マスキング剥がしの際に塗膜が剥がれたことがほとんどないです。作業完了後、軸打ちで開けた穴を利用して竹串を刺し、乾燥させておきます。2回目のヤスリがけ。次は600番のスポンジヤスリで表面を削ってきれいにします。一部ヤスリがけが甘かったので、400番で削ってから600番のヤスリがけを実施しました。髪の毛は先ほど接着した接合部をフィニッシャーズのラッカーパテで埋めます。
クの胴体はサフレスにしないので、髪の毛同様にラッカーパテで埋めます。サフレスを行う白スク胴体は、アルテコの粉と瞬間接着剤を混ぜたパテで隙間埋めを行いました。アルテコ瞬間接着パテをそのまま使うと、ちょっと紫色になってしまうので、小松はこんな使い方をしています。最近、ガイアノーツの白瞬着を購入して、アルテコの粉と混ぜてみたのですが、こちらの方が使いやすかったのでまた次回紹介しますね。硬化したらヤスリだけ。水着のシワ波彫刻刀でパテを削り落としてから、スポンジヤスリで表面処理を行っていきます。フィニッシャーズのラッカーパテを塗ったパーツの硬化したらヤスリがけを行っていきます。表面処理を終えたら、バンパーパテを流し込むへこみにマスクゾルを流して、プライマーやサフが入り込まないようにしておきます。水着をずらした部分が歪んでしまっていたので、ヒートガンでパーツを温め修正しておきます。ヒートガンで修正したら、接着。強度が欲しいので、アルテコの粉と瞬着で接着しておきます。ちょっと太さが気になったので、リューターで少し削って細くしました。2回目の表面処理が終わったので、サフプライマーを塗装します。塗装完了。数日乾燥させて、きっちり有機溶剤を飛ばします。髪の毛パーツは、サフを拭く前に、バンパーパテでパーツを接着しておきます。接着後にサフを拭きます。パーツがでかいので竹串が折れそう。
見逃した傷や気泡などをフィニッシャーズのラッカーパテで埋めます。硬化後にスポンジヤスリで表面処理。パテで埋まったオウモールドはシリコン砥石をカットしたもので彫り直します。今回のキットではこの髪の毛のカールが入った部分に多少気泡が発生しているようです。かなり目立つ部分なのできっちり表面処理をしてサフ拭き、表面がきれいになるまで繰り返します。他のパーツの表面処理が不十分なところも同様にパテ埋め、きれいに仕上げます。サフを拭くと、粗がかなりわかりますね。今回は、サフ拭いても、追加の表面処理いらんやろ、と思った数日前の小松をぶん殴りたい。パテ埋めした接合部を筋彫りします。微妙な曲面なので、マスキングテープでラインを取ります。正直筋彫りテープなどの厚いテープを使いたいのですが、曲面に沿わせられないので紙テープを使い、そっとタガネを滑らせます。筆圧が高い小松には、この作業が厳しい。無事筋彫りができたら、目立てヤスリで少し筋を太くしておきます。少々バリが出るので、ヤスリで削って筋彫り完了です。その他の気になる部分もヤスリだけ、綺麗な面が出るまで繰り返します。表面処理完了。次回は塗装を行っていきますよ。